世界のジャパンチャンネルへようこそ。各国の海軍が運用している潜水艦。潜水艦が初めて実戦で使用されたのは1776年のアメリカ独立戦争の最中ですが、改良を重ね、今でも各国の重要な戦力の一つとなっています。今回はその中でも韓国の潜水艦の性能が悪い意味で話題になっていましたので、海外の反応と合わせてご紹介します。韓国は現在、日本より1隻少ない21隻の潜水艦を所有しており、1992年以降、ドイツの209型潜水艦及び214型潜水艦のライセンス建造を行うことで、潜水艦技術を蓄積しています。韓国海軍の中核を担っている214型は、一番艦から現代重工業でライセンス生産を行っています。しかし、その主力潜水艦である214型は、就役直後から様々な問題が頻発しているのです。まず、2011年には、ボルト不正納入問題が発生しました。艦橋と甲板をつなぐボルトが緩んだり、ひどい場合には航行中にボルトが破断した事故が発生し、このことから韓国メーカーがライセンス生産したボルトが必要な強度を全く満たしていなかったことが判明。当時3隻配備されていたすべての214型潜水艦でこの事故が発生したため、すべての艦が運航停止に陥る事態となりました。ドイツの HDW 社から技術者を呼び寄せ、結局船体側に補強を施し、ボルトの本数を増やすことで解決しました。修理の結果、これらの事故はボルトの強度が不十分だっただけでなく、製造を行った現代重工業にとっては214型のライセンス生産が初めての潜水艦事業だったということもあり、船体自身にも問題があったのではないかとも言われています。2012年には一番艦で騒音問題が発生。2007年末に就役した一番艦のソン・ウォニルですが、2011年4月に原因不明の大きな騒音が発生します。韓国メディアの報道によると、潜航が困難なほど大きい騒音だったようです。またもやドイツより技術陣を呼び、対策を行おうとしましたが、韓国国内では解決できず、結局ドイツ HDW 社に一番艦を送り込み修理してもらう事態に。その修理には3年半もの時間を費やすことになりました。韓国メディアによると、原因はプロペラシャフトにあったようで、交換によって騒音は改善したそうです。さらに2014年には燃料電池不正納入問題も起きています。214型には非待機依存推進機関として燃料電池が搭載されています。この燃料電池は液体酸素を消費して動作し、電力を供給、長期の潜航時間を可能とします。しかし2014年に韓国メディアは、本来なら数週間海中で作戦行動を行える性能があるはずなのに、実際には燃料電池の不具合から連続潜航が可能な期間は数日に過ぎなかったと報じました。さらに海軍はこの燃料電池の不具合が出ているにもかかわらず納入を認め、その結果、燃料電池は102回も停止するというなんともお粗末な結果に。さらに2014年には国産プロペラ亀裂事件も起きています。3番艦アンジュン軍の整備中、整備員がプロペラに大きな亀裂があるのを発見し、さらに精密検査を行ったところ、大小合わせて151個の亀裂を発見。なんと、プロペラに7枚あるすべての翼で亀裂が発生している状況だったそうです。このプロペラは韓国国内でライセンス生産したものでしたが、他の艦に搭載されているドイツ製のプロペラには同様の問題は発生していません。そのため、韓国企業の技術力不足が原因と言われています。まだまだ問題は起きており、2015年には水中騒音問題が。2015年、海軍に引き渡された4番艦までのすべての艦の水中騒音が
基準値より40デシベル超過していたことが判明しました。潜水艦性能の一番重要な性能は、どれだけ静かに航行できるかである静粛性です。214型は海外の軍事サイトによると、100から110デシベル程度と言われており、40デシベル超過のインパクトがいかに大きいかがわかります。この問題においても海軍は、納入された潜水艦が基準を満たさないことを知りながら納入を認めていました。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。韓国はいつも適当に物事を進めるからこうなるんだよ。私の国は絶対に韓国の製品を買ってほしくない。韓国の214型潜水艦はすでにいろいろ紹介されてきた通り、数えきれないほどの欠陥があって、その都度ドック入りしているよね。税金の無駄遣いじゃない？バラして何がしたかったの？ゴミくずにするだけじゃん。納入の際にしっかりと確認しない韓国もどうかと思うけど、ドイツもそんな欠陥品を送りつけるなんて、ドイツも信用できなくなったよ。他の兵器だって共食い状態でまともな整備状態じゃないし、自国開発の兵器もトラブルだらけだし、有事の時大丈夫なのかね。技術がないのに自国でやろうと無理するからだよね。そもそも基礎技術を固めないとダメだよ。他国から技術を輸入ってどういう契約になってるか知らないけど、どんなに技術が素晴らしくても韓国人にはそれを使いこなせないってことだね。今はどうだかわからないが、3000トン級の潜水艦は確かドイツでさえ設計段階で中止したと思うけど。まあ韓国じゃ無理だろうね。悪化するのが目に見えてる。できないことはやらない方が賢明だよ。基準を満たさないのに納入を許した海軍商艦って、退役後にその会社に天下りが決まってたとかじゃないの？日本は明治維新以来、軍事技術は欧米諸国からの技術導入、実践経験とかで150年もの技術の蓄積があるよね。潜水艦は100年もの技術の蓄積があって、大東亜戦争では潜水空母と呼ばれた。E400 型潜水艦を建造しているぐらいだから、韓国とは格が違うね。修理のためにドックに入っているのではなく、ドックを守るための潜水艦なんだよ。以上が海外の人々の反応でした。韓国海軍に対して呆れているコメントが多く見られましたね。また、たくさんの税金が投入されている軍事分野で、このようなずさんなことをされると、韓国国民も黙っていられないことでしょう。韓国での214型ライセンス生産は、韓国型潜水艦第2段階計画のもと行われましたが、韓国はドイツの技術をもとに独自設計の潜水艦の開発を2007年に着手。そして設計から建造までの全工程を国内で行う第3段階計画によって建造されたトサンアンチャン補給潜水艦が2018年9月に進水しました。潜水艦は高い水圧に耐えられる強靭な船体と高性能なシステムを高い精度で組み付ける必要があり、建造するには高い技術力が必要とされるため、排水量3000トンを超える潜水艦を独自に開発建造できる国は、アメリカ、イギリスなど世界でも7カ国しかなく、韓国はそこに名を連ねられるまでになったと自負しています。今のところ大きな事故などは起こっていないようですが、こちらも何もトラブルが起こらないことを願うばかりです。そして不祥事を起こしているのは韓国海軍だけではありません。韓国空軍でも目も当てられないような事故が多発しています。2022年11月に空軍の戦闘機 KF-16 が墜落する事故が発生しました。その原因は12年前に整備士が機体に燃料ポンプ駆動軸を固定するナットを取り付けず、エンジンへの燃料供給が長期にわたり異常な形で続いたことが原因だということが分かったのです。
直径 5.5 センチ、厚さ1センチのナットを締め忘れるという整備上のミスで、約44億円の戦闘機が墜落し、パイロットの生命まで危険にさらされる事態となりました。この状態で事故を起こした問題の戦闘機は、12年間で約600時間飛行していて、2010年から2012年の2年間は予備エンジンに分類され使用されていませんでしたが、その後600時間使用されたものの、ナット以外に駆動軸を固定するものがあり、一定期間は問題が発生しなかったようです。この事故を含めると、2022年に発生した航空機の墜落事故は、鳥との衝突を除いても、なんと合計6件に達します。航空機以外にもミスを起こしていて、2022年10月4日には、北朝鮮の弾道ミサイル挑発に対抗するため、カンヌンから東海に向けミサイル原部を発射したのですが、このミサイルは逆方向のカンヌン方面に向きを変え、基地周辺に落下。危うく人命被害が発生するところだったのです。さらに韓国軍はこの失敗をすぐに発表しなかったことから、深夜の爆発音や閃光に驚いた住民から消防署や役所などに問い合わせが殺到する騒ぎとなりました。11月には北朝鮮無人機が飛来した際に、撃墜のため出撃した KA-1 軽攻撃機が離陸直後に墜落。操縦士の命に別状はありませんでしたが、墜落地点は民家から300メートル、小学校から50メートル離れたところで、一歩間違えたら大惨事になっていたかもしれません。このように韓国軍では整備不良や規律の乱れなどによって様々な事故が相次いで起こっています。すぐ隣の北朝鮮とは休戦状態にもかかわらず、危機感がないと言わざるを得ませんね。国民の税金を使うのであれば、もっとしっかりとした体制を求められることでしょう。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはミナがお送りいたしました。